私のいとこは子宮を持たず、膣口が閉鎖された状態で生まれてきました。医学的にはインターセックスでした。しかし、それでも彼女はほぼ毎晩別々の彼氏と出かけ、まるでトロフィーのように、あたかも性生活があるかのように振る舞い、それをひけらかしていたのです。ある日、彼女はいたずらっぽく笑いながら、こっそりと私に囁きました。フラン、知ってる？男を楽しませる方法は一つじゃないんだよ。私は彼女に道理を説こうとしました。感染症のリスク、衛生面の問題、そして正直言って、性感染症にかかる可能性について警告しました。でも、彼女はただ笑って受け流すだけでした。それから、彼女はあるお金持ちの息子に夢中になりました。2世で、屋敷も持っていて、名家の息子です。突然、彼女はそれまでのように威張らなくなりました。彼女は私に、自分を治す手術を受けるべきか、そんな男が期待するように体が機能するようにすべきか尋ねたのです。私は警告しました。手術にはリスクが伴うと。女性の体は男性を満足させるための道具ではないと。誰かと一緒になりたいのなら自分の健康と尊を最優先にしなければならないと。しかし彼女は慎重になることには興味がありませんでした。彼女はベッドあるいは彼女ができる限りの何かでの自分の技が彼を引き止めるのに十分だと思い込んでいました。結婚式の夜、彼女が自分の歪んだ手品の種本からどんな技を繰り出しても、結局彼は彼女に牙を向きました。彼女が気持ち悪いと言ったのです。噂は燎原の火のように広まりました。男の家族は彼女を昨日のゴミのように追い出しました。結婚式のケーキが切られる前に、婚約は破棄されました。お金持ちと結婚するという彼女の夢？水の泡でした。彼女はすべてを失いました。誇り、社交界での地位、そして婚約。お金持ちと結婚するという彼女の夢？水の泡でした。そして彼女はすべてを私のせいだと非難したのです。彼女は私にガソリンをかけ、火をつけました。このビッチ。あの時、あなたが手術を思いとどまらせなければ、私は今こんなに笑い物になっていなかったのに。目を開けると、私はあの診察室に戻っていました。彼女が秘密を打ち明けた。まさにその日です。マジで、フラン21世紀なんだから。本当に二層みたいな考え方やめなよ。彼女はクスクス笑い、まるでミュージックビデオのオーディションのように腰をくねらせました。男を幸せにする方法なんていくらでもあるんだから、あの一つの方法よりずっとたくさん。彼女は甘ったるい声で挑発的に唇を舐めました。昨日の夜も彼氏とやったよ。彼、すごくワイルドだった。8個もコンドーム使っちゃった。いちご味のね。彼女は実際、得意げな様子でした。誇らしげに輝いていて、まるで何かのトロフィーを勝ち取ったかのように。その間、私はただ震えながら座っていました。彼女の口から出る言葉の一つ一つがナイフのように刺さり、私がすでに生きて、そして死んだ人生の記憶を呼び覚ますのです。私は長く、震える息を吸い、なんとか平静を保とうとしました。テーブルの下で拳を握りしめましたが、笑顔を作りました。すごいわね。私は淡々と言いました。彼女はその皮肉を褒め言葉と勘違いし、さらに嬉しそうになりました。もちろん、私ってすごいんだから。それから彼女は身を乗り出し、その作り笑いが鋭い何かに変わりました。ところであなた、オーウェンと付き合ってどれくらい？ 2 年？まだやってないの？彼女は舌打ちしました。誰かに取られちゃうんじゃないかって心配じゃないの？あなたが聖母マリアごっこしてる間に。私は答えませんでした。ねえ、知ってる？男って女が処女かどうかなんて気にしないのよ。気にするのは
自分を満足させられるかどうか。喜ばせておけば、彼らは絶対に離れないわ。もちろん、彼女はオーウェンの話を引き合いに出してきました。彼女がワイルドな一夜を過ごしたと主張する彼氏？それはオーウェン・ポラード私の彼氏でした。前世では私が死ぬまで気づきませんでしたが、彼女は私の背後で彼を誘惑していたのです。私が気づくずっと前から、二人はもう関係を持っていました。私が彼と結婚するはずだった夜まで。そして、彼女が私を生きたまま焼き殺した後でさえ、オーウェンは彼女の味方でした。彼は公式声明に署名し、彼女のために裁判所に寛大な処置を求めたのです。今、彼女の偽りの無邪気さと歪んだ自慢話を見ていると、私はテーブルの下で拳を握りつぶしそうになりました。オーウェンは私の選択を尊重してくれるの。私はきつい口調で言いました。それが彼を愛する理由よ。ほんの一瞬、彼女の顔に何かが走りました。嫉妬です。しかしそれはすぐに消え、いつもの薄笑いに変わりました。わかんないな。彼女は嘲笑いました。あなたは全く健康なのに、自分の体を博物館の貴重な遺物みたいに扱ってる。もったいないわ。彼女はさらに身を乗り出し、毒を仕込んだ蜂蜜のような声で言いました。でもね、そんなに処女でいたいなら、私からちょっと教わってみたら？私は手袋を外し、彼女の服を指さしました。お母さんにバレないか心配じゃないの？その言葉で、彼女の薄笑いは完全に消えました。ボタンを止めようとしていた手が途中で止まり、目を細めました。バレないわ。彼女は鋭い口調で言いました。誰かが言わなきゃね。そして、あなたは飼い主の手を噛むほどバカじゃないでしょ、いとこさん？大学時代、私が両親を自動車事故で亡くしたとき、ハンナおばが私の学費を出してくれました。彼女のおかげで私は医学部を卒業できたのです。しかし、その親切には代償が伴いました。ハンナおばは成人ではありませんでした。彼女はかつて有力実業家の愛人で、息子を産んでエリート社会での地位を確固たるものにしようとしていました。しかし人生は残酷な冗談を飛ばしました。彼女が産んだのはアリソン・インターセックスで、不妊、そして彼女の成り上がりの夢には全く役に立たない子供でした。だから彼女は口止め料を受け取り、アリソンを一人で育て、娘を利用して社交界に入り込むという幻想を決して捨てませんでした。私が医者それも産婦人科医になった時、彼女はチャンスを見出したのです。彼女は私に手術をしてほしかった。管を開通させ、偽の処女膜を縫い付け、アリソンが顔をあからめる処女に見えるように。そして術後のケア、ホルモン治療、維持管理、両方はずっと必要なものになるから、私が完璧な内政の解決策になる、と。しかし、彼女が知らなかったのは、彼女の娘が積極的に自分自身を壊し続けていることでした。いとこが自慢した数々の過激な行為の中で、特に2つの技は私を恐怖で凍りつかせました。産婦人科医として、私は誰よりもその危険性を知っていました。性感染症だけの問題ではありません。筋肉の断裂、長期的なダメージ、内臓の癒着さえ引き起こす可能性があります。私がリスクを警告しても、彼女は私が偏屈者だというように笑い飛ばすだけでした。落ち着いてよ。プロテクトはしてるんだから。彼女は目を白黒させながら言い、まるでそれが魔法のように安全だと言わんばかりでした。彼女とオーウェンが関係を持ち始めて間もなく、ハンナおばは彼女に、長い間お見合い相手として仕込んできたある資産家の息子を紹介しました。彼には一つ条件がありました。将来の妻は純潔な女性でなければならない。つまり、経験がない女性です。ハンナおばは私に手術をしてほしいと懇願しました。彼女は私にアリソンを治してほしかった。処女性の幻想を作り出してほしかった。
私はリスク感覚の喪失、反婚、合併症を説明しようとしましたが、彼女は気にしませんでした。彼女にはゴールデンチケットが見えていて、私はそれを手に入れるための道具だったのです。私はアリソンを脇に呼び、真実を話しました。詳細のすべてを。驚いたことに、彼女は引き下がりました。彼女は自分の誘惑の技だけでその男をものにできると確信していました。お金持ちは自然分娩なんて気にしないほとんどの人は代理母を雇うと言いました。この方が体型を保ったまましっかりとした相手を捕まえられる。一石二鳥だと？少なくとも彼女はそう思っていました。結局、結婚式の夜は計画通りにはいきませんでした。彼女がどんなに彼を喜ばせようと努力しても、その男は切れました。何かがおかしいと気づいた瞬間、彼は結婚を破棄したのです。その場で、ベッドの上で。屈辱、拒絶、名家全体の前での恥ずかしめ。そして、どういうわけか、彼女は私が悪いと決めつけたのです。その夜、彼女は私を殺す火をつけました。今、それを考えて、私はやるべきことを悟りました。もし彼女を止められないなら、せめて彼女とオーウェンをしっかりと結びつけておこう。そうすれば、浮気者のクズ男と狡猾な養父は、お互いを傷つけ合うのに忙しくて、他の誰かの人生を壊す暇はなくなる。心配しないで、アリソン。私は甘い声で言いました。あなたの秘密は私が守るから。ハンナおばには私からは絶対に話さない。ドアが閉まると、私はスマホを取り出し、愛しい彼氏にメッセージを送りました。寂しいよ、ベイビー。それと一緒に何枚かよりすぐりの写真、ランジェリー、小道具、フル装備を送りました。オーウェンは即座に餌に食いつき、必死のティーンエイジャーのように、よだれを垂らす絵文字で返信してきました。私は返信せず、彼をじらしておきました。仕事が終わる頃には、既読スルーのメッセージが何十件も届いていました。オーウェンは明らかに興奮していて、私がついに気が変わったと思い込んでいるようでした。その夜、私は全力を尽くしました。ネットで見つけたありとあらゆる色っぽいセリフを真似て、一つ一つ送りつけ、彼が愛願するまで熱を上げさせました。ベイビー、ビデオチャットできる？お願い？彼の声は欲望で濁っていました。私は笑って断り、シャワーを浴びないといけないとごまかしました。その後間もなく、アリソンの寝室のドアがカチッと開く音がしました。彼女は真夜中に秘密の仰せに出かけるティーンエイジャーのように、こっそりと抜け出したのです。彼女は夜明けに帰ってきました。足元がふらついていました。その後数日間、私はオーウェンのオンラインショッピングカートをチェックしました。案の定、彼はたくさんの性的おもちゃを注文していました。高級なやつを。彼が彼女と関係を持ちたいときは、いつも出張中を口実にしていました。今回の出張は丸1ヶ月続き、私のいとこの歩き方は明らかにおかしくなっていました。トイレにこもる時間もずいぶん長くなりました。ハンナおばはついに何かがおかしいと気づきました。彼女はトイレのドアを叩き、叫び声を上げました。しかしアリソンは、ただの胃の不調と涼しい顔でごまかしました。ある日、彼女は病院に現れ、青ざめた顔をしていました。あ、何かおかしいの彼女はつぶやきました。私は彼女を診察台に寝かせ、簡単な検査をしました。結果はよくありませんでした。彼女の筋肉は疲労と緊張低下の初期兆候を示しており、典型的な消耗状態でした。状態はよくありませんでした。あなたと彼氏、本当にやめるべきよ。少なくとも控えないと大変なことになるわ。私が言い終わる前に、彼女は激高しました。あなたはただ嫉妬してるだけよ。
私が人生を楽しむ方法を知ってるのに、あなたは惨めな小さな殻に閉じこもってるから。彼女はオーウェンを手放すつもりはない。そのことは明白でした。彼女は私が幸せになるという考えに耐えられないのです。長年にわたり、男が私に少しでも興味を示すと、彼女は鷹のように舞い降り、その魅力をひけらかして、彼に私の存在さえ忘れさせてきました。それは愛のためではありません。彼女にとっては、勝つことのためです。常に自分が何かしら優れていることを証明するため。私は彼女に甘ったるい少佐な微笑みを浮かべました。お好きにどうぞ。痛みを和らげる薬を処方しておくわ。彼女は薬用軟膏のチューブを持って帰り、案の定、数回塗った後、調子が随分良くなったと言いました。それで彼女はさらに大胆になりました。彼女はさらにのめり込み、より頻繁にこっそり抜け出し、酸素を求めるかのようにその快楽を追い求めました。しかし、そのパーティーは長くは続きませんでした。ハンナおばはついに感づきました。アリソンが真夜中に消える様子を見てか、ますます怪しくなる言い訳を聞いてか、いずれにせよ、ある夜、ごまかしは終わりを告げました。ハンナおばは彼女に厳しい制限を課し、軟禁状態にしたのです。遊び相手が突然自宅謹慎となったオーウェンは、私のところに這い寄ってくるしかありませんでした。彼は出張から帰ったとメッセージを送ってきました。残念でしたね。私は涼しい顔で返信しました。あら、偶然ね。私もちょうど仕事で旅行を予約したの。今回はビーチサイドのリゾートよ。そして、そのビーチでの毎日、私はゲームを続けました。イチャつくメッセージ。二重の意味を持つ写真。そして面白半分に彼をありとあらゆるメーリングリストや出会い系サイトに登録しました。予想通り私のいとこに手が届かなくなると、オーウェンはすぐに這い戻ってきました。ただ今回は愛を求めてではなく発散を求めてでした。彼の堕落は急速でした。深夜のパーティー、怪しい関係、無謀な買い物。彼のオンラインカートはますます奇怪なおもちゃのパレードと化しました。私はすべてをスクリーンショットに収め、証拠ファイルのように記録し、それを弾薬として使うためです。それから私は彼に別れを告げました。ドラマチックな演出も長文メッセージもなし。ただ終わりにすると伝えただけです。最初オーウェンは病院に来て話をしようとし、私を取り戻そうとしました。しかし、何の成果も得られないとわかると、彼は諦めました。私のいとこは、もちろん、そのことを知って大喜びしました。自分が勝ったと思ったのです。自分のこうしがたい魅力がついに効果を発揮したと思い込んだのです。そしてオーウェン？彼は傷を舐めているどころか、復讐に燃えていました。二人は以前にも増して無謀な関係に突入しました。おもちゃはより過激に、行為はより度を越したものになっていきました。すぐにその結果がついて回り始めました。彼女の体から何か嫌な匂いがするようになりました。あの高級な香水の下で何かが腐っているような匂い。そして彼女は問題を解決するどころか、より多くの香水を振りかけました。その匂いを隠し、何も問題がないふりをしようとして。そして大事な日がやってきました。ハンナおばは次のターゲットを見つけていました。ソーレン・アーミテージという資産家の息子です。彼女は全力を尽くしました。豪華なドレス、高価な宝石、美容院の予約。すべてを準備しました。アリソン、これがあなたの大チャンスよ。彼女は仕立て屋が裾を直している間、興奮して言いました。ソーレン・アーミテージは本物よ。礼儀とお金に育てられたの。そして彼は、あなたみたいな無垢で健全な女の子が好きなのよ。私は、いとこがわずかにたじろぐのを見逃しませんでした。ほんの少しだけれど、
確かにありました。パニック。罪悪感。私、もう彼氏がいるの。彼女は眉を潜めてつぶやきました。だったら別れなさい。ハンナおばはきつく言い放ちました。あなたのその小さい彼氏がソーレン・アーミテージみたいな人に匹敵すると思ってるの？彼女はそれが何でもないことのように言いました。それに、あなたたちは寝てるわけでもないでしょ。別れて、フランに手術をしてもらえば、新品同様よ。まっさらな状態にね。それが計画でした。手術一つでまた処女に。嘘一つで大金を手に入れる。しかし、この時ばかりはアリソンは躊躇しました。彼女は腹痛を装い、ハンナおばが何と言おうと、そのイベントに行くのを断りました。ハンナおばは、この黄金の機会を逃すつもりはありませんでした。そこで代わりに、彼女は私に目を向けました。あなたが代わりに行きなさい。彼女は、それが簡単な頼み事であるかのように、私が借りがあるかのように言いました。もちろん、私は断りました。その時、彼女は得意の決め台詞を繰り出しました。何年も使い続けてきた私の血の毛を引かせるあのセリフです。フラン、誰があなたに今のすべてを与えたか忘れないでちょうだい。私はあなたを育てるのにすごく苦労したのに、これが反抗で私に報いる方法なの？結局、私はアリソンのデザイナードレスを着て、高級ホテルの宴会場で彼女の隣に座り、彼女のふりをすることになりました。前世では、私はソーレン・アーミテージにあまり注意を払っていませんでした。覚えているのは、彼が強い信念の持ち主だったことだけです。でも、今回は彼に会ってみると、運命的なものを感じずにはいられませんでした。彼はハンサムで礼儀正しく、驚くほど気さくで典型的な甘やかされた御曹司とは全く違いました。私と同じように、彼もこれまで真剣な恋愛は一度だけでした。そして彼は静かな誠実さを漂わせていました。私が一生に一度の独占的な愛を信じていると話すと、彼の顔が輝きました。彼は長年多くの女性に言い寄られてきたが、本当に欲しかったのは自分の理想を共有できる人だ、自分のたった一人だと。その夜、私たちは何時間も話しました。すべてがピタリと合ったのです。その後も何度かデートを重ね、彼はますます私を好きになってくれているようでした。間もなく、ハンナおばの家の玄関には、デザイナー品の贈り物や豪華な花束が次々と届くようになりました。アリソンが枯れ磨きのかかったスーツを着て、屈利難にもたれかかる彼を見た瞬間、彼女の態度は一変しました。その夜すぐに、彼女はオーウェンと別れ、私に電話をかけてきて、ソーレンはもともと自分のものだったと主張したのです。しかし、今回は私はひるみませんでした。私は毒を含んだ笑顔で彼女の言葉を受け止めました。かわいそうに、アリソン。私の彼氏を奪うのに中毒なの？彼女は嘲笑しました。オーウェンはゴミみたいな男だから、あなたに譲ってあげただけよ。でもソーレンには基準があるの。そしてあなたはそのどれにも達してないわ。彼女の仮面は一瞬だけ崩れましたが、すぐに元に戻り、自信に満ちた声で言いました。自分がすごいと思ってるの？彼女はヒスを上げました。信じられないかもしれないけど、ソーレン・アーミテージは私のものになるわよ。その日が来たら、あなたがついに自分が男を一人もつかみ止められない失敗者だと気づく瞬間を、私は味わうわよ。怒りがこみ上げ、私はグラスを叩きつけ、円が割れるほど強く起きました。ハンナおばが激怒して飛び込んできました。彼女がいとこがついに正気に帰ったと聞いて、大喜びしました。どうやらアリソンもやっと分別がついたようね。彼女は、私たちがみんなどこかの病的なゲームショーの参加者であるかのように言いました。それから彼女は私に向き直り、
冷酷な口調で言い放ちました。フラン、あのイベントであなたはそもそもアリソンの代役に過ぎなかったことを忘れないで。ソーレンを彼女に返すのが当然よ。私の手は震えました。顎を食いしばり、歯ぎしりが聞こえるほどでした。こんなことを言われるとは信じられませんでした。そして、これ以上傷つけられないと思ったその時、彼女は私を凍りつかせることを知っているあの言葉を吐いたのです。あなたに今の人生を与えたのは誰か忘れないで、フラン。恩をあだで返そうだなんて思わないでね。その言葉はガラスの破片のように私の喉に刺さりました。涙が音もなく、容赦なく溢れ出て、視界がぼやけました。もし父と母がまだ生きていたら、こんなことは決して許さなかったでしょう。彼らはただそこに立って、私がこんなに恥ずかしめられるのを見てなんかいなかったはずです。いや、私はくじけません。私はまだソーレンがいます。彼は私が好きだと言いました。永遠に一緒にいたいと約束してくれました。ソーレンは私の味方でいてくれるはず。そうでなければなりません。彼はハンナおばの捜査に簡単に乗るような男ではありません。私は家を飛び出し、鼓動を高鳴らせながら彼に電話をかけようとしました。しかし、話し中です。もう一度。またもう一度。ただの話し中の音だけが繰り返されました。2時間後、ようやく私の電話が鳴りました。画面にはソーレンアーミテージと表示されています。私はそれを拾い上げ、期待を込めて。もしもし？フラン、伝えたいことがあるんだ、彼は平坦な声で言いました。僕たち、あまり合わないと思う。別れよう。ただそれだけです。その一言は私の腹を殴られたような衝撃でした。雷のように耳に響きました。昨日、別れるとき、彼は私をきつく抱きしめ、早く結婚したいと囁いてくれたのに。それが今これ？なぜ？私は唇を噛みしめ、血の味がしながら絞り出すように言いました。長い沈黙がありました。そしてソーレンが何かを言う前に別の声が聞こえました。わざわざ言わせる必要ある？それはハンナおばでした。ソーレンはあなたのいとこに会って、彼女の方が自分に合っていると気づいたのよ。彼女は勝ち誇った残酷な口調で言いました。彼女の方が綺麗だし、才能もある。ピアノも弾けるし、ダンスもできる。あなたには何があるの？あなたはスクラブを着て、汗や他人の体液にまみれて這い回ってる医者よ。ソーレンはあなたみたいな人から何かうつされるリスクさえ言わない、親切なだけなのよ。一つ一つの言葉が私の顔を打つようでした。私は自分の仕事を恥じたことは一度もありませんでした。命を救い、一生懸命働いていました。ソーレンはそんなに浅はかな人間ではありません。ありえません。黙って。私は声を震わせて言い放ちました。彼から直接聞きたいの。彼女の言う通りだよ、フラン。僕はアーミテージ家の一人息子なんだ。将来の妻は優雅に振る舞え、人前での立ち振る舞いを知っていなければならない。あなたの意とこの方が洗練されていて魅力的だし、二人のどちらかを選ばなきゃいけないなら、もちろんより良い方を選ぶよ。彼は間を置きました。でも、まあ、少なくとも僕たちはあんなことしてないから。僕のことを恨まないで、フラン？もしかしたら、まだ家族になれるかもしれないしね。ふざけるな。ソーレンも彼の家族も私が知ったことか地獄に落ちればいい。電話を切り、アクセルを踏み込み、涙でぼやけた道路を疾走しました。その場で決心しました。私は引っ越す。病院の近くに場所を見つける。そして二度とハンナおばに何も借りない。彼女が私に借りがあると主張するものは、すべて清算済みだと。病院に車を止めると、私は一呼吸置き、
それから写真アルバムを開きました。一つ一つ、ソ連に関連するものをすべて削除しました。すべての写真、すべてのメッセージ、それから顔を上げると私を唖然とさせるものを見ました。すべての心の傷、すべてのクオドリジしさ、それは一瞬で消え去りました。なぜなら、目の前に好機が転がっていたからです。彼らがみんな汚い手を使いたいなら結構。私も同じようにやり返してやる。